こんにちは、JBS 武蔵野しもです。今回はバッティングの下半身の使い方について説明していきます。バッティングの下半身の使い方なんですけれども、よく指導で腰を回せっていう風に言われると思うんですけれども、ためを作ってステップしていきます。ですぐに腰を回してしまうっていうのは、実はバッティングにとってはあまり良くないです。腰っていうのは、腰椎っていうんですけれども、腰椎はそもそもですね、3から5度ぐらいしか回らないっていう風に言われているので、腰自体を回るっていうことは人間の体の構造上はなかなかできないことです。ではどこが回転してくるかっていうことなんですけれども、ステップをしてですね、いわゆる腰、っていう風に言われているのはこの骨盤ですね。骨盤がしっかりと回ってくるっていうことが大事になります。ただすぐに腰を回してしまうとバッティングとしてはあまり良くありません。なぜですね、すぐに腰を回してしまうといけないかということについて説明していきます。ステップをしてすぐに腰が回ってしまうと、上半身の下半身が同時に回ってしまいます。で同時に回ってしまうと手が前に出てくるので、ボールとバットの距離が近くなります。そうなるとですね、当たりがすごく弱くなってしまう、バットが加速してくる距離がなくなってしまうっていうのと、ボールまでは近くなってしまうので、少しダウンスイングですね、上から下のダウンスイングになりやすくて、ミートする確率っていうのが少なくなってきます。もう一つなんですけれども、ドアスイングの原因になるっていうこともあります。そのまま回転してしまうと腕がですね、体から離されてスイングをされてくるので、ボールの外側に当たりやすくて、先っぽに当たったりとか引っ掛けたボールですね、右バッターであればサードゴロ、左バッターであればファーストゴロ、というような形が多くなってきます。3つ目のすぐに腰が回ってしまうと良くない点なんですけれども、前側の腰がスッと引けるような動きになってきます。そうすると前から来るボールに対して自分の体が引けてくる動きになるので、力がどうしても伝わりにくくなってくるっていうのがあります。で4つ目の良くない点なんですけれども、同時に回転するとですね、バットがすごく体と一緒に前に行きやすくなります。前で当たりやすくなるので、もしここで当たったとしても、もう体の回転だったりとか手が伸びきったところで当たってしまうので、その後、ボールをこう持っていくというか、回転する余力っていうのがなくなってきてしまうので、あまり強い当たりが打てなくなってくるっていうのが4つ目の理由です。ここからはどのように骨盤ですねを使っていけばいいか、動かしていけばいいかっていうことを説明していきます。でためを作ってステップをしたら、この骨盤っていうのは少し横に動く動きっていうのが入ります。そのまま回転していくのではなくて、少し横に動いていきます。ためを作ったら軸足の股関節ですね、この鼠径部のところに力がかかっていて、ここの力を前の股関節ですね、前の股関節にずっと移していくっていうような動きが必要になります。下半身主導っていう風に言われたりとか、回転の軸を前に移すとか、視点の移動とかっていう風に言われたりします。でなぜその前足軸ですね、視点を前にして回転していくっていうことが必要かということを説明していきます。1つ目は運動連鎖が起こるっていうことがあります。で運動連鎖っていうのは、体全身をしっかり使って打つというようなイメージで捉えていただければと思います。ステップをしてですね、この骨盤の横の動作、前足を支点にすることによって、その後下半身は回転をしていきます。上半身もこうトップを作って残っていく動きになるので、回転に差ができます。下半身が回転していくんですけれども、上半身はまだ少し残ってるというか、下半身の回転に対して少し遅れて出てくるっていうような感じですね。体がですね、こうねじれる動き、ひねられる動きっていうのができてきて、回転のスピードが上がってきます。下半身が回転していくのに対して上半身が残っていくので、この下半身のスピードに上半身が追いつこうとしてバットが加速していきます。上半身と下半身が同時に回転してしまうと、同じ速度でしか回れないので加速してくるということは難しいです。下半身の回転に対して少し上半身が遅れてくるような感じになってくると、上半身の回転がそれに追いつこうとして加速してくるっていうような形になってきます。よくヘッドを残せとかグリップから出せっていう風に言われる時もあると思うんですけれども、これも下半身が先に回転してくるということが起こってできることになります。服を前足に移して、その後回転をしていくので、上半身は先ほど言ったように少し遅れて出てきます。遅れて出てくるのでヘッドがですね、しっかり残ったりとか、グリップから出てきたりするので、そういう動作が可能になってきます。上半身と下半身が同時に回ってしまいながらグリップから出そうとしても、上半身の回転の方が速くなってしまうので、腕の動きが強くなってしまってバットが加速してくるっていうのは難しくなってきます。2つ目の前足軸にする効果なんですけれども、ボールの軌道にバットが入りやすくなるっていうのがあります。ボールというのは基本的に、重力があるので少し下がってきますが、ステップをしてですね、後ろの軸から前足に軸を移すとトップの位置っていうのは少し下がってきます。これは自分の意思で下げてるのではなくて、自然に少し下がってきます。そうするとですね、ボールの軌道に対してバットがまっすぐ入っていく、そういう準備段階っていうのができるので、ミートの確率が上がってきます。
上半身下半身が同時に回転してしまうと、もともとあった位置から振り出していってしまって、ボールの軌道にまっすぐ入らなかったりとか、体重があまりにもかかりすぎてしまうと肩が下がりすぎてしまったり、腕が下がってしまってアッパースイングになりすぎるということがあります。次の前足軸にする効果なんですけれども、力がボールに伝わりやすくなるっていうのがあります。先ほど上半身と下半身が同時に回ってしまうと、腰が引けてくるっていう風に話をしたんですけれども、これが改善されてきます。視点を移動すると、ここの前の股関節を支点にして回転をしていくので、前から来るものに対してぶつかっていくというか、引けてくるっていうのは逆の動きになってきますね。なので前足を軸にすることによって、ボールのところまでインパクトが強くなる。その後とかはより回転をしていくと、軸足の方も内側に少しねじられたりとか、後ろの腰が前に出ていく動きが入るので、実際には前の腰も後ろが出て、前は入れ替わってスッと引けてくるといえば引けてくるんですけれども、軸がどっちにあるかということでだいぶ意味が変わってきます。後ろの軸になってしまうと、ただ単に下がってるっていう状況なんですけれども、前足を軸にすることによって回転していくと、ぶつかっていく動きですね、引けてくるのではなくて自分が進んでいく動きになってくるので、前股関節が入れ替わっていく動きですね。これによって力っていうのがボールに伝わりやすくなってきます。そういう意味の違いというのがあります。インパクトの時の足のその体重の比率ですね、説明していきたいんですけども、よく指導で後ろ足が7とか前足が3とか、いろんな言い方をされたりするんですけれども、インパクトの瞬間っていうのは必ず前足に体重が10乗ります。ステップをしていって服を移して回転をしていきます。必ずインパクトの瞬間ですねっていうのは、前足に全て体重が乗り切って、後ろ足はつま先立ちになったりとか、足の内側が、少し地面に触れる程度であったりとか、場合によっては後ろ足が浮いてくる状態にもなります。よくあるんですけれども、打った後に、軸足で踏ん張ってるような感じですね。少しヘッドステイバックっていって体が反ってきたりするんですけれども、これは、いいか悪いかっていうともちろんいいです。ただそういうバッターでも必ずインパクトのシーンを見ると、骨盤が横に動いて前足が軸になって当たっていきます。でこの時っていうのは必ず10-0になってます。頭があってステップをしていくので、ここがまっすぐっていうよりは少し斜めに、体は斜めになってきますね。足が出て頭が残って回転をしていくので少し斜めになります。でインパクトの時は前足が10、後ろ足が0というような形になるんですけれども、頭が少し後ろにあるので、打った後に少し踏ん張っていく、こういうことはありえるんですけれども、後ろにかかったままですね、軸足に力がかかったまま回転していくということは、バッティングとしては理想的ではないです。気をつけていただきたいのは、インパクトの瞬間は10-0になっていると、前足が10で後ろ足が0というふうになっているということだけご注意してもらえばなと思います。前足軸にするときに掴んでほしい感覚ですね、説明していきます。軸足に視点を移していったときにトップが残っていくので、この前側の肩あたりだったりとか、肩甲骨あたりですね、前側の肩甲骨あたり、ここに少し伸びる感じっていうのが出てきます。前側の肩甲骨が背骨から離れる動きになります。スイングを開始されてくると、後ろの肩が出てきて、前の肩は離れているところから寄ってきます。肩甲骨の入れ替えの動きによっても上半身のスピードを速くすることができるので、その動作のためにも点が移動していった時ですね、ここの時に前側の肩甲骨や肩、この辺にストレッチされてたんですね。少し伸びてくる感じ、残ってくる感じですねっていうのがしっかりできてくるといいです。これがないと一緒に腕がついていってしまっているので、バットとボールの距離が近くなってしまって、加速してくる距離が短くなったりとか、距離が近すぎてやっぱりダウンスイングになってしまったりとか、そういうようなデメリットというのが出てくる。それでは前足を軸にしていく練習の方法ですねっていうのをご紹介していきます。まず1つ目はクラドルスイングっていう練習ですね。ステップをした状態をまず作ります。トップはしっかりと作っている状態ですね。前の肩が少し顎に近づいている状態っていうのを作ります。このまま足踏みをしていきます。このような感じですね。でその場でリズムよくというか、あんまり硬くやるっていうよりは柔らかくやっていくような感じです。足踏みをしていくと自然と軸足から前足から右足っていう風に、その骨盤のこの横の移動の動きっていうのがある程度できるようになってきます。なのでこの動きを利用して前足に軸を移してスイングをしていくっていうような練習になります。掴んでほしい感覚の時にも説明したんですけれども、上半身が
回転してしまったりとか、一緒に流れて前に行ってしまったりすると、回転の差ですね、下半身と上半身の回転の差っていうものを作れなくなってくるので、トップはですね多少動いてしまうんですけれども、極力この場にあるというか、残っていく感じで、この前側ですね、足踏みをしていった時にしっかりとこのストレッチされる感じっていうのがつかめてこれるといい練習になってきます。ここでこう回転したりとか、トップが一緒に出ていったりとかっていう風になると回転差ができなくて良くないので、その点を注意してみてください。このような感じでやってみてください。次の2つ目の練習ですね。2つ目の練習はプッシュローテーションという練習です。これはバットを使わない練習になります。後ろの手で腰のところを触ります。ちょっとお尻のあたりですね。お尻のあたりか、腰のあたり、右の腰のあたりを触ります。で、前の手は前足の軸のところですね、鼠径部のところに置いておきます。ためを作ってですね、この後骨盤は横に動いて回転をしていくっていう動きになってくるので、後ろの手で自分の腰を少しこうまっすぐピッチャー方向にグッと押していく動きを作っていきます。で、これで前足が軸になります。前の方の手をなぜ置いておくかというと、ただ横に移動するだけでも、前の腰がこう上がってきたりしてしまってうまく挟まってこないですね。そうすると、顔が傾いてしまったり肩が下がってしまったりっていうような原因になってくるので、前の手を鼠径部に置いて、少しこの手が押していった時にですね、少し挟まってくるような感じですね。このような感じでやってくると、前足を軸にして回転が入ってきていい動作になってくるので、前の手は股関節のところに置いておきながら、後ろ手をピッチャー方向に押していく感じですね、っていうような動きになってきます。この時に前の手がここに挟まるような感じになってくると OK です。このような感じでやります。注意点としては、ただ横の動きになってしまうと全く挟まらないで肩が下がってくるので、その辺りを注意して練習をしてみてください。左バージョンはですね、河合コーチに代打として今から、出てもらいますのでよろしくお願いします。代打河合でした。ありがとうございました。この動画はですね、以前腰は回してはいけない正しい下半身の使い方とはというタイトルで出してるんですけれども、初めて動画を作ったぐらいでテロップが曲がってしまったりとかっていうこともあったので、リメイク版となっています。もしよろしければ旧バージョンのものも見ていただいたりとか、前足軸にする練習ですねっていうのも別の動画であったりとか、回転の差を作るためにより効果的な練習だったりっていうのもあるので、そちらはまた概要欄に貼っておきますので、一緒にご覧になってもらえればと思います。で、この動画がですねいいと思ったらチャンネル登録、それからグッドボタンですね押してもらえると励みになりますので、こちらもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。 SNS で動画の共有をお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。